あなたの顔が一瞬で老けてしまう。そんな浦島太郎のような話が現実にあったら、遡ることおよそ3年前の2019年12月、フィリピンのコタバト州アラカンという田舎町が今回の舞台。ここに住む14歳の少女にある悲劇が襲いました。彼女の名はライゼル・カラゴ。ライゼルはビューティーコンテストに出場するほど町では有名な美少女。ところがある日、彼女の体中にかゆみと出来物が。医者にかかったものの原因はわからずじまい。ライゼルは不安になりながらも眠りにつきます。そして次の日、彼女は起きて鏡を見た瞬間に驚愕するんです。彼女の見た目はまるで老婆のようになっていたんです。タイムスリップしたかのように見た目が老けてしまった女子高生。彼女の身に一体何が起こったのか。そこには現代医療でも太刀打ちできない難病の存在があったんです。おざす。最近オムライス作れてないので作りたい。ケンちゃんです。作れてない？なんで作れてないこと報告するの？作ったことを報告しなさい。闇みかです。本日皆様にご紹介するのは、老化に苦しんでいる子供たちの真実のお話。子供で老化に苦しむっておかしくない話？だから取り上げてるんですけれども、子供だからね、アンチエイジングわかんない。化粧水とか塗ればなんとかなるじゃんとか、そういうレベルの話ではなくてですね、病気がゆえにあまりにも老化が早すぎるんです。まずはね、この老化に苦しんでいる一人目の子供、フィリピンに住む美少女ライゼル・カラゴについて。そしてその美少女はあまりにも厳しい現実にさらされてしまうんです。悲劇の美少女。遡ることおよそ3年前の2019年12月、フィリピンコタバト州アラカンという町が今回の舞台。当時14歳のライゼル・カラゴは地域でもとりわけ美人で、ビューティーコンテスト、日本でいうところのミスコンにも積極的に参加するほど。私は綺麗だからコンテストにも出て当然よね。周囲の友人にも誇らしげに語っていました。しかしそんな容姿端麗、自信満々な彼女に異変が起こり始めるんです。なんだか体中がかゆいわ。いつものように目を覚ましたライゼルは体中に違和感を覚えていました。彼女の体に肌のかゆみや赤みを伴う発疹が突如現れたんです。それだけではなく、触ると痛みもありました。あまりにも痛かったので、彼女は町の医者にかかることに。そこで下された診断は虫刺され。ライゼルは虫刺されの薬をもらい、医者の勧め通りに塗っていました。しかし何日経っても一向に治る様子がありません。薬を塗って数日経ったある日の朝、起きて鏡を見た彼女は唖然。なんとライゼルの全身の皮膚がシワだらけになっていたんです。全身の皮膚ということは顔も例外ではありません。彼女は発疹ができてすぐに顔がとても14歳とは思えないほど老けてしまったんです。嘘でしょ？こんなの夢なら覚めて。何が起きたかもわからないライゼル。しかしさらに追い打ちをかけるように周囲の人々の目も冷たくなっていったんです。ライゼルの母親ジョエラは36歳ですが、そのことを引き合いに出し、母親よりも老けてるじゃないか、まるで50代だぞとわざわざ伝えてくる人もいたんです。性格悪。人によってはライゼルはまるで老婆になってしまったという人もいたというんです。14歳の女の子なのに母親より上って間違われるってかなり辛いわよ。これね、医者がやぶ医者でなんか変なもん塗ってたんじゃないの？まあ医者のね、その診断っていうのがね、回ってなかったっていうところはまあおっしゃる通りです。そしてこのことはライゼルのその後の人生にも大きく影響していくんです。顔が変わってしまったライゼルはその後の人生も一変。洋服はそれまで着ていたタイトな服から体のラインが出ないようなゆったりとした服ばかり着るように。顔も隠すようにマスクは必須。明るかった性格も変わり、友達も次第に離れていったんです。しかもライゼルには双子の姉妹レイゼルがいるんですが、彼女は特に何もなく美しくツヤのある肌。なぜ妹には何もないのに私だけ。おそらくレイゼルの顔を見るだけでも心苦しかったはず。何よりライゼルは近所の人からなぜそんなに急速に老けてしまったのと好奇の目で見られるようになってしまっていたから。その理由を答えようにも答えられないライゼルや家族は皆この事実に苦しめられていったんです。シワだらけの自分の顔に絶望していた彼女だったんですが、顔が老けてから2年後の2021年6月、16歳の時に一筋の光が差し込みます。フィリピンのテレビ局がライゼルについて特集を組んだんです。するとこの番組を見ていた別の医者があることに気づきました。急にできる発疹、そして全身のシワ。これはひょっとしてあの病気じゃないか。
ことはこんなに早く老けちゃう病気があるってことなの？そうなんです。彼女は早老症というね、病気にかかっていたんです。というわけで本日のメトラキーワード、早老症について。早老症とはその名の通り、老化が実年齢よりも早く年齢よりも老けてしまう病気。ただ実は見た目だけではなく、白内障、動脈硬化、骨粗鬆症など一般的に年を重ねてから発症する病気も併発することが多いんです。骨粗鬆症って言えたわ俺。早老症と一言で言ってもさらにそこから細かく分類されるんです。ライゼルの場合は早老症の中でもウェルナー症候群だと言われています。ウェルナー症候群の場合、生まれてからしばらくは問題がないにもかかわらず、思春期から成人になるあたりのどこかで突如発症して急激に老化してしまうんです。まさにライゼルの症状と一致するんじゃない？実際ね、ライゼルはね、長時間ね、立つっていうのもね、難かったんですよ。腰がね、どんどん悪くなっていったんで。何かの病気だってことが分かったんだら、治療する方法はあるんじゃないの？そう簡単にいかないんですよね。実はですね、この早老症っていうのは遺伝性の病気でしてね、根本的に治癒するというのが難しい病気なんです。そしてこの世界にはこのウェルナー症候群に悩む人がまだまだいるんです。老いとの戦い。次にご紹介するのはロシアヨシカルオラ出身のエレーナ。ヨシオって誰だよ。彼女もまた可愛らしい女性でした。高校生の頃には男子たちから囲まれ、17歳の時には校内の美人コンテストで優勝。しかも成績も優秀とあって、まさに才色兼備。エレーナは子供の頃からの夢だった建築家になるため、2000年に建築界の名門マク工業大学に入学。ここまではね、良かったんですが、彼女にもあの悲劇が襲ってくるんです。ただいま。大学1年の夏季テストが終わり、一人暮らしの家から久しぶりに実家に帰ったエレーナ。初めてのテストを乗り越え、実家でゆっくりする予定だった。すると母親が彼女を見るなり開口一番こんなことを言ってきた。あなた、やつれた？やつれた自覚など全くないエレーナ。しかし彼女が鏡で確認すると、目の周りには深いシワが、耳たぶも垂れ下がっていた。しかし彼女は、きっと試験で疲れてたんだわ、ゆっくり休めば治るでしょうと軽く考えていた。ところがエレーナがどんなに実家で体を休めても顔は良くなるどころか、ますますひどくなるばかり。18歳なのにこんなに回復しないのはさすがに変じゃないか。心配になった両親はエレーナを病院へ連れて行くことに。病院で一通り検査を受けたエレーナ。そして医師から過酷な一言が。エレーナさんはウェルナー症候群です。なんでさっきから本当に美人な子ばっかり、美人でもかかりやすいのってぐらいそんな感じね。神様がいるとしたら美人に嫉妬してるんじゃないかぐらいのね。そうよ。で逆にね、なんか美人な子ほどさ、なんか周りからこう褒められたり、可愛いねとか美人だねとか言われるのと、病気になった後のこうギャップみたいなね、苦しんでる子もね、いそうですよね。エレーナも尋常ではない速さで老化が始まり、衰えていく体に怯える日々。大学もしばらく休学していました。しかし彼女は諦めませんでした。私は建築家になるために大学に入ったのよ。心と体を奮い立たせて大学に復学したんです。すごいわ本当に。ところが夢のために病気と向き合う彼女にまたもや不幸が襲うんです。それはエレーナがいつものように大学に入ろうとした時のこと。すいません、学生証を拝見できますか？係員に止められてしまったんです。仕方なく学生証を見せると、あなたこの学生証の人じゃないでしょう。それもそのはず。学生証の写真はエレーナがウェルナー症候群を発症する前。若々しい写真の学生証を持った50歳ぐらいに見える女性を係員は通すわけにはいきませんでした。係員もね、悪気はないからね。私は春までの自分とはまるで違う存在なんだわ。この事件がきっかけでエレーナは一人で部屋にこもり勉強し始めたんです。これさ、係員の人は別に悪意があるわけじゃないじゃない。だからこそちょっと苦しいわよね、この事実は。別に僕らも初見で見てさ、事情知らなかったらね、わかんないしね。だから別に係員が悪いわけじゃないですよ。彼はね、彼なりの仕事をしてたと思うんで。ただ彼女にはね、とあるきっかけで最高の味方がついてくることになったんです。エレーナや家族はウェルナー症候群の治療についても調べていました。ある日、エレーナの母親がこんなことを言ってきました。東洋医学の先生のカウンセリングを受けてみない？
早速東洋医学の先生を見つけカウンセリングを受けることに。カウンセリングの先生は彼女に対しこんな言葉を投げかけたんです。あなたがウェルナー症候群で老いていくのは避けられない事実です。自分で受け止めてやれることをやりましょう。エレーナはこれまでのウェルナー症候群の治療で数多くの先生に会ったんですが、治療に詳しい先生ばかりでエレーナのメンタル面をケアしてくれる人はいなかったんです。そんな中、ありのままを受け入れて進もうという温かい言葉をかけてくれる先生は彼女にとって心の支えとなったんです。俺もそういうの欲しいわ。そしてエレーナは先生の励ましを受け一大決心をします。私また美しくなりたい。そして2005年、彼女は美容整形にチャレンジ。まだ23歳だったにもかかわらずウェルナー症候群のせいで彼女の肌は80代と同じようになっていました。そんな中、手術は無事成功し20代の肌を取り戻したエレーナ。無事に大学を卒業し建築士として働き始めたんです。やっぱりさ、若い女性にとっては周りと同じようにピチピチのお肌でって美しさも重要じゃない？ライゼルもエレナと同じように整形手術したらよかったんじゃないの？実はね、テレビの放送後ですね、ライゼルの元にね、多くの励ましの声が届いたという。それがきっかけでね、ライゼルは今ではね、自信を取り戻して、料理人を目指して、家族も周りも含めて彼女のね、外見を受け入れるようになったんです。やっぱ周りの支えあってこそよね、こういう奇病って言われるね、珍しい病気も人とのつながりがあってなんか克服できるものなのかもしれないわね。誰でも病気になるしね、病気のこう程度の違いはあるよね。ところでね、ヤミコさん、先ほどね、メトラキーワードで、ウェルナー症候群っていうのは早漏症の一つだよって言ったんですけど、じゃあ他にもね、あるのかって話なんですけど、実はウェルナー症候群より世界的に有名なある病気があるんです。続いてはそちらについてご紹介していきたいと思います。過酷な早漏症。早漏症にはウェルナー症候群以外にも10種類ほどあるんです。その中でもとりわけ有名なのがプロジェリア症候群。簡単に説明すると、ウェルナー症候群のような老化が思春期以降ではなく幼少期から始まってしまうというさらに厄介なもの。まだ体も出来上がっていない頃から始まってしまうので成長もままならないんです。その結果得られるのは子供のように小さな体に老人のような顔つき。髪の毛も生えてくることはなく、病気も数々併発するんです。ウェルナー症候群の患者の寿命は40代から50代と短いんですが、プロジェリア症候群の患者はさらに短く、なんと平均で13歳。生きていくだけでどれだけ大変かがわかるんです。プロジェリア症候群ってウェルナー症候群よりだいぶ症状重いじゃないの？そうなんです。そんなね、プロジェリア症候群の中でも、日本のね、ドキュメンタリー番組で取り上げられて一躍有名になったアシュリー・ヘリーさんについて紹介していきたいと思います。遡ることおよそ31年前の1991年5月、カナダアルバータ州レスブリッジが今回の舞台。この地で誕生したのがアシュリー・ヘギ。彼女の母親ロリーは当時わずか17歳でした。アシュリーの最初の異変は生後間もなくのこと。生後3ヶ月、本来であればプニプニしているはずの皮膚が硬くなり始めたんです。さらには生えてきたばかりの髪の毛までも抜けていったんです。最初担当医は何が起きたのかさっぱりわかりませんでした。当時このような症状は見たことがなかったんです。その半年後、担当医は新聞で偶然プロジェリア症候群の記事を発見。そこに載っていたのはアシュリーのように生後1年ほどで老人のような見た目になってしまった子供たちの写真でした。症例からしてこれに違いない。こうしてアシュリーはプロジェリア症候群の患者と認識されたんです。ただ病名が分かっても根本から治療する方法があるわけではないんです。さらにアシュリーが1歳になった頃、プロジェリア症候群の娘という状況に耐えられなくなった父親が家を出て行き離婚。ロリーはわずか18歳にして難病の娘を抱えたシングルマザーになってしまったんです。いや、これロリーは辛いわよ、これ。だって自分より先に娘が亡くなっちゃうことだってあるんでしょ？そうなんです。もう彼女はね、本当に様々な不幸に見舞われていくんですけど、そんなね、彼女だったんですけど、実はこの後ね、様々な存在に救われていくことになるんです。ロリーを救ってくれたのは神に対する信仰心。神を信じることで彼女と過ごす時間を大切にしよう、そう思ったんです。さらにロリーは再婚し男の子を産みます。再婚相手は病気に理解があり、家族4人で楽しく過ごすことができました。そして何よりロリーを救ったのはアシュリー本人でした。アシュリーは自分の境遇にもめげることはなく、とてもポジティブに育ちました。その見た目からからかわれることも多かったアシュリー。しかし彼女は、彼らはプロジェリア症候群のことを知らないだけ。もし教えてあげてもからかってくるなら、それは彼ら自身の問題と意に介しませんでした。本当にいい子なんでしょうね、アシュリー。私は人の前で悲しい顔はしたくない。自分の命はチャンスなんだから常にハッピーでいたいの。
病気の私が笑顔でいるとみんながハッピーになるでしょというのが彼女の心情だったんです。そんなアシュリーにも実は心の支えとなる人がいました。それは同じプロジェリア症候群のアメリカ人、ジョン。2人は遠距離ながら多くの言葉を交わし、3歳上のジョンはアシュリーに多くの勇気を与えました。そしてアシュリーが13歳の時、ジョンは16歳でこの世を去るんです。でも彼女は寂しくはありませんでした。ジョンとは心でつながっている、そう信じていたから。そして2009年4月、18歳の誕生日目前でアシュリーも他界。現在までにプロジェリア症候群の患者は150人ほど確認されているんですが、現在でも最長寿の記録はアシュリーなんです。このアシュリーはね、もう病気である自分をね、不幸に思ったことがないっていうね、そうやってね、こう自分の存在をね、自分としてこう受け入れてるっていうね、方なんです。精神的にはね、こう僕らよりもなんなら大人ですよね。こんな子たちが救われるようにならないのかしらね。研究はね、現在もね、続けられているんです。1999年、アメリカではプロジェリア研究財団、通称 PRF を設立。研究の結果、プロジェリア症候群の発症原因がラミン A という遺伝子の異常だと判明したんです。実は他の早漏症もどこかしらの遺伝子の異常が原因で、細胞分裂時のエラーによって通常通りの細胞分裂ができなくなってしまうんです。さらに全ての人間がプロジェリア症候群を引き起こすタンパク質、プロジェリンを持っていて、その量が極端に多いことがプロジェリア症候群の患者の共通点だと突き止めたんです。現在はここまでしか明らかにはなっていないんですが、今後生まれてくるであろう早漏症患者のためにも一刻も早い解明が望まれます。